今回は、1泊2日、札幌へイルミネーションを見に行ってきました。これから函館駅から特急北斗に乗って、札幌へ向かいます。それでは、乗車したので、早速駅弁を食べていきます。こちらの、磨きニシン弁当は、ニシンと数の子がメインで入っています。あっさりして、うまみ。弁当を食べ終えたら、ようやく函館駅から出発します。現在は、大沼公園周辺を走行中です。そうこう言っているうちに、約4時間で札幌市内に入りました。札幌駅まではもうすぐです。ようやく、札幌駅に到着したので、何か食べるところないか探していきます。ラーメン食べたかったのに、まさかの行列で諦めます。その後、大通公園方面へ、地下歩行空間を使って向かいます。そして、この階段を上り、いよいよ大通公園へ行きます。大通公園では、このように人間クリスマス市という、クリスマスのイベントが開催しておりました。こちらの会場で、グルメがあるようなので向かいます。今回は、こちらの店舗で2品頼んでいきます。ローストビーフサンドは、しっかりローストビーフらしい感じでした。カリーブラストは、ポテトとカレー味のウインナーが入っているベルリンでは定番の料理です。カリーブラストは、普通に日本でも定着しそうだと思いました。その後、まだホテルに行くまで時間があったので、土日各区で、南郷7丁目駅に向かいます。
駅に到着したら、目的の防災について体感できる博物館に向かいます。こちらの市民防災センターでは、無料で防災に関してのアトラクションなどを通じて体感できるようになっていました。消防車の座席に座ることもできました。お子さんには、こちらの防災服を着せることもできます。なんと、すごいのは、消火器を使って実際に消火体験ができるということです。こっちだと、消火器を使っても火を止めるのが難しいと改めて実感しました。その他、間近で消防車を見ることができるスペースもありました。その後、ホテルにチェックインするために、中心部へ戻りました。そして、夜。可愛い雪肉電車に遭遇できました。これより、札幌ホワイトイルミネーションの会場へ向かっていきます。まずは、テレビ塔の終点から巡っていきます。
翌日、ホテルで朝食が済んだので、これから札幌市時計台の中を見学したいと思います。時計台の1階には、このように様々な資料が展示されています。それでは、2階に向かいます。こちらが2階です。広々とした空間になっていました。ちょうど9時になったので、鐘が鳴っていました。今回の旅は、これで終わります。興味を持った方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。